こんにちは、粟田洋介です。私はよく自分のオリジナルの絵の T シャツとかを着てるんですけど、先日ある方からこういった T シャツをどんな感じで作ってるのかということを聞かれました。登録して自分の作品の画像を入れることによってオリジナルグッズが販売できてしまうサイトがあります。で、私が利用しているのは T シャツトリニティさんとすずりさんです。自分のデザインを登録して販売してくれるサイトなんですが、販売目的ではなく自分で使ったりするためのグッズを作るにもとても便利なサイトです。で、今日はその T シャツトリニティとすずりを2つどんな感じで私が使っているかを紹介させていただきたいと思います。情報弱者でデジタルには疎い私が使っている内容なので、高度なことではなくものすごい簡単な内容になりますのでご了承ください。そして私自身この2つの会社さんのサイトを利用させていただいているぐらいなので、私は両方違う意味で気に入っています。ですが人によってどっちが使いやすいっていうのもあると思うので、ちょっとやってみたいんだけどどっちがいいかなって迷っている方も参考にしていただけたらなと思います。実は先週 T シャツトリニティさんから T シャツを、そしてすずりさんからマグカップを2つ注文して、それらの商品が今届いています。なのでちょっと開けてどんな感じの仕上がりなのかなっていうのを皆さんと一緒に見ていこうと思います。そうしたらちょっとこの T シャツの方から開けてみます。実はもうすでに開けてあるので破けていますが、もともとは綺麗にきちんと包装されていました。これも綺麗に入ってたんですけど、私が1回開けてもう1回入れたのでこんな感じになっています。これは私のロゴですね。 T シャツショップとかネットショップとか SNS のバナーとしても使っています。この黄色は私のカラーとして使っているのでなんかちょっと似ていますが、 YouTube のバナーはこんな感じです。これは長袖の T シャツでリブ付きって書いてあったんですけど、この袖のこういうののことですかね。なんかしっかりしてます。ではちょっとこれを着てみます。この印刷もすごい綺麗ですね。すごくしっかりしています。これは T シャツトリニティさんからオーダーしたものなんですが、今度はこのマグカップですね。実はすずりさんから注文するのは初めてなんですけど、こんな感じに梱包されています。2つ買ったんですけど入っちゃった。ちょっと猫には遊んでてもらって開けてみます。この2つですね。これはうちの猫ちゃんのカップですね。で、これがうちにいた猫ちゃんのカップです。これらもすごい綺麗に印刷されてます。自分の顔だって知ってたこれ早速このカップにコーヒーを入れて飲んでいますが、ちょっと T シャツトリニティとすずりのサイトを見ていこうと思います。今ちょっとチェックしてみたところ、 T シャツトリニティは登録しなくてもグッズを作ることができるみたいです。そして販売する場合は会員の登録が必要なようです。そしてすずりの場合は作る場合も販売する場合もとりあえず会員登録が必要なようです。ちょっとコンピューターのモニターをそのまま画像にするシステムがないので、パソコンの画面を直接カメラで撮っていく形になりますのでご了承ください。これは T シャツトリニティの私のショップページですね。このバナーはさっきの T シャツと同じデザインですね。こんな感じで、この辺は先日のショート動画のイラストと同じ絵ですね。そしてここに初めての方へって書いてあるんですが、言ってみると、買う、作る、売るを楽しめるって書いてあります。グッズを買いたいとき、探すってところで、この商品の種類で見るみたいですね。例えばロング T シャツが欲しかったら、ここをパチンってやると、ここで種類が出てきて、ここで特集とかも見られるわけですね。テイストから探したりとか、テーマから探すってこともできます。今度は気になる自分のオリジナルグッズの作り方ですね。で、今度は作るっていうのを見てみますと、なんかテンプレートから作る、自分で作るっていうのもあるんですけど、テンプレートっていうのは
こっからなんかテンプレートのイラストとかデザインが選べるみたいですね。この自分で作るってやると、自分のデザインをこうやって入れて作れるんですね。アイテムはね、すごいたくさんあります。そして自分のオリジナルグッズを販売するには、グッズを売って報酬をゲット。グッズを売る場合はクリエイター会員になる必要があるみたいですね。グッズを売るときは無料で始められます。そして必要なのは自分のデザインを登録することですね。そうするとここにも書いてあるんですけど、注文して印刷してお客様に商品を送るところまで全部やってくれます。ちょっと後で見てみますが、グッズ制作もすごい簡単にできます。今度はすずりの方を見てみます。これがすずりで、ショップページはこんな感じです。ちょっと昨日と今日このデザインを入れていました。でカップを買ったのはこれですね。すずりでアイテムを作るには、でアイテムを作るってことをクリックしてみると、これログアウトした状態なのでビジターがやるって感じですね。そうするとこのグッズを作るには会員登録をしなければなりません。すずりの方は T シャツトリニティにはないアイテムがあります。マスキングテープ、アクリルキーホルダー、フラット缶ケース。シンプルなものだったら刺繍の T シャツも作れるみたいですし、スマホラップ、ソックスなんかもありますね。アクリルスタンド、ドッグ T シャツ、ワークシャツ、違う種類の T シャツにパーカー、ボアフリースのジャケットとか、帽子やサンダルなんかもありますね。スマホケース、バッグ類ですね。リュック、マグカップ、グラスとか、缶バッジやノート、ポスター、そしてマスクやクッションなんかもありますね。すずりは T シャツトリニティにはないアイテムを扱っているんですが、T シャツトリニティもすずりにはないアイテムを扱っています。T シャツトリニティの方はシャツの種類がいっぱいあります。次のページもあるんですよ。レディースのシャツとか、こういうシャツとか、タンクトップとか、シャツの種類が多いです。で、まだまだ続きます。あとは子供用の服もあります。キッズスウェットとか、キッズパーカーとかね。パーカーの種類も多いです。あとはトートバッグも種類がいっぱいあります。あと iPhone ケースですね。iPhone ケースはすごいいっぱいありますね。こういうのとか、赤ちゃんのやつとか、あとキーホルダーもこんな感じのものがあります。レザーバッジとかね、クリアファイルなんていうのもあるみたいですね。以上ですが、かなりの種類があります。では実際にちょっとデザインを入れて何か作ってみます。デザインを追加っていうところをクリックしてデザインアイテムを作るっていうところをクリックします。そうするとね、片面、両面って選べるんですけど、片面だけにしますね。画像のサイズもあんまり大きいと入りません。作るときはこちらの方を参考にしてください。で、画像をアップロード。で、ちょっとこれをアップロードします。これはこの間の動画で作ったコラージュですね。で、表にして、そうするとグッズがこうやって自動的に出てきます。スマホケースとかちょっとこんな感じで削れちゃってるんですが、こういう感じで直すことができます。もしくはこうもでっかくして全体的にこんな風にどっか好きなところでこんな感じに全面に出すこともできます。こうか、こんな感じかな。今こんな感じになってるんですが、全てのアイテムにレイアウトを反映するっていうところをパチンってやると、これは大まかな配置を決める機能ですってことで分かりましたってします。で、反映して閉じるですね。するとここでデザイン名を決めます。このタイトルはこんなんでしたね。説明を入れます。大した説明じゃないですけどね。で、ここにタグを入れます。このタグっていうのがすずりさんの方にはないんですよね。コラージュ。で、ここテーマとかっていうのがあるんですけど、カジュアル。イラストじゃないな。これデザインにしようかな。なんだろうこれは。自然でもな。この中に出て面白ネタでもないし、なんだろう。面白にしようかな。フード、ドリンクでもないな。人物、キャラクターでもないし、デザインとかにしとこうかな。コラージュ、フードにしようかな。面白。これ10個まで入れられるんですけども、なんかこの文字が私一番苦手なんですよね。まあいいや。で、ここで値段設定をします。これは0から4000円まで10円単位で決めることができますね。値段を設定して、コレクションっていうのがあって、これブランド作れるんですけど、私ブランド3つ作って、これクレイジーアートにしよう。そんで、
これが注意事項で、これを読んで同意しましたってやるとアイテムを販売できます。で送信中でこれを待ちます。完了したみたいですね。今度はすずりでちょっと作ってみようと思います。ちょっとここをログインしますね。すずりの方をログインしたらこの画面になりました。画像アップロードってやって、さっきのこれを選択して待ちます。そうすると出てきてグッズが出てきます。 T シャツとかキーホルダーとかですね。これはマスキングテープなんですけど、これはうまくできなそうだから、これは作らないでおこう。これは販売しないのでチェックしません。この T シャツなんですけど、ここにだけちょっと最初からチェックがついてます。売りたい商品はこうやってチェックしていきます。これどんな感じなんだろう。いいや、これはこのまんまで。この T シャツはちょっと位置が変えられそう。もうちょっと上にして大きくしてみようかな。このぐらいかな。もうちょっと上にしようかな。このぐらいかな。で保存ってやると、さっきとポジションが変わりました。これスマホストラップとか、これ刺繍の T シャツなんかもあります。多分これできないと思います。細い線とか、こういうシンプルなものだとできるんですけど、さっきみたいなのはできないみたいですね。これがワンポイントシャツですね。靴下、こんな感じになってて、ちょっと全面やったら面白いかな、この靴下。ちょっとプレビューにしてみましょう。こんな感じで、なんだかわかんないですね、これだと。右側。これ面白いのかな？ちょっと戻ってみて、こんな感じにしてみたらどうだろう。この方がいいかな、こんな感じにしてみよう。で、これは別のサイズもあって、23センチ、25センチだとちょっと小さいサイズになるので、こんな感じになるみたいですね。保存。このサイズを両方見ましたかってことだと思うんで、見たから、これも、何これどうなってんだ？こうやって全部入るかな。これプレビュー。右、左、真ん中にして、いや、で、保存。閉じて、保存。なんかこれバランス変だから。これはね、フルグラフィック T シャツって言って、T シャツを全部バーってやって、全面にすることができるみたいですね。これで作ったことないんだけど、ちょっとプレビューにしてどうなのかな。こんな感じですね。クレイジーです。背面は白なんですよね。両面つけられると楽しいんだけどね。で、背面をつけることもできるみたいで、画像をアップロード、もう一回こうやってアップロードして、出てきましたね。で、またこうやってでっかく、プレビュー、背面、両面。そうすると両面こんな感じの、なんかなります。保存。で、こんなシャツができますね。これでっかくしてもいいのかな。帽子もあるんですけど、あとこれはサンダルですね。これは作らないでおきます。スマホケースはどんな感じなんだろう。プレビューにすると多くの部分が入ってますね。保存。ちょっとどんな感じなんだろう。ギリギリまで入れたいな。保存。これはまたね、ちょっと違うんですよね。これな、どんな感じに全面になるんだろうな。赤い点線ギリギリのところに。こういうバッグってどのぐらいの大きさがいいんですかね。絵にもよるのかな。ちょっとこのぐらいの大きさにしてみましょうか。で、マグカップ、さっきのリュック、グラス、この大きさで良さそうだな。こんな感じで、この間作ったコラージュでグッズが作れるように設定しましたが、もしもこういうのでグッズを作ってみたい、販売してみたいっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ参考にしてみてください。どんな作品が売れやすいのかっていうことなんですが、私はちょっとよくわかりません。でもよく言うのが、自分が欲しいなと思うような作品を作るっていうのが一番いいみたいですね。例えばこの自分のロゴとか、自分のロゴだから自分で欲しいなって思うだけで、これが他人が欲しいかっつったらちょっとわからないし、このうちの猫の絵だって、うちの猫の絵だから自分で使いたいんだけど、他の人が欲しいとは限らないですよね。
ただ、私が自分の猫の絵のものが欲しいわけですから、もしもその猫の絵が自分の猫に似ていたりしたら、欲しくなる理由の一つになるかもしれません。あとは自分が欲しいからって、人はそれぞれ好みが違います。だから、好みが合わない人は欲しいと思わないですよね。でも、いろんな好みがあるので、自分が好きなものっていうのを気に入ってくださる方はいらっしゃるはずなので、自分が欲しいもの、自分が好きなものを作っていくっていうのが一つの方法だと思います。あとは自分が欲しいものではないんだけど、ニーズがありそうなものを自分の個性で作る。そういったことを私はよくやっています。あとは自分の作品がどんなグッズになれば人が欲しいと思うのか、そういう風に考えていくと、こういうすずりさんとか T シャツトリニティさんで扱っているアイテムっていうのはニーズがあるグッズだと思うので、こういったサイトを使うっていうのはすごくいいことだと思います。また宣伝の方も力を入れてらっしゃると思うので、個人で頑張って集客するよりもそういった効果はものすごくあると思います。売れるとか売れないって言えば、さっき使ったこのコラージュそのうち自分で買ってみようかなというわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はいいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。は